皆さん、こんにちは。今回のテーマは、50代になったからこそわかる、幸せな人生に必要なものとは、の後編をお届けします。50代を迎えた今、これからの人生をより豊かにするために大切なことは何でしょうか。若い頃は、成功や名声、お金を手にすることが幸せにつながると考えていたかもしれません。しかし、人生の折り返し地点を迎えると、本当に大切なのはもっと身近なところにあると気づくようになります。前編では、空海の教えをもとに、今を楽しむこと、人間関係の質、学び続ける姿勢、感謝の心、健康を大切にすることについてお話ししました。今回は後編として、さらに人生を豊かにするための5つの大切な考え方をご紹介します。シンプルな暮らしを心がけること、過去を受け入れる力を持つこと、笑いの大切さを知ること、お金との向き合い方を見直すこと、そして健康を意識すること、これらを大切にすることで、これからの人生はより充実したものになります。50代からの時間をどのように過ごすかは、自分自身の選択次第です。それは仏教でも説かれている大切な教えの一つです。今だからこそできることを大切にし、日々をより豊かにしていきましょう。それでは、後編を始めます。6、シンプルな暮らし。現代の生活は、物や情報にあふれ、気がつけば必要以上のものに囲まれてしまうことが多いです。しかし、心の豊かさを考えたとき、本当に快適なのはシンプルな暮らしではないでしょうか。持ち物を減らし、本当に必要なものだけを手元に置くことで、暮らしが整い、心も穏やかになります。例えば、クローゼットにぎっしり詰まった服の中から、いつも同じ数着を選んでいることに気づくことがあります。いつか着るかもしれないと思って取っておいた服が、実際には長い間しに取られることなく、ただ場所を占めていることも少なくありません。持ち物を整理し、必要なものだけを残すことで、毎日の選択が楽になり、生活の質も向上します。シンプルな暮らしは、物だけでなく、人間関係や時間の使い方にも当てはまります。無理に人付き合いを広げるのではなく、心が安らぐ人との時間を大切にすることで、より充実した人生を送ることができます。また、やるべきことを減らし、自分が本当に大切にしたいことに時間を使うことで、心に余裕が生まれます。何かを増やすことが豊かさだと思いがちですが、実は手放すことによって、より大切なものが見えてくるのかもしれません。必要なものを見極め、本当に価値のあるものだけに囲まれることで、心地よい暮らしを実現することができます。シンプルな生活を意識することで、日々の小さな幸せに気づき、心の充足感を得ることができるのです。7、過去を受け入れる力。人生を振り返ると、成功したこともあれば、思い通りにいかなかったことや後悔する出来事もあるかもしれません。しかし、大切なのは過去に執着するのではなく、今をどう生きるかを考えることです。どんな経験も、今の自分を形作る大切な一部であり、無駄なものは一つもありません。時にはあの時違う選択をしていればもっと努力していればと後悔することもあるでしょう。しかし、過去に戻ってやり直すことはできません。その時の自分にとって、それが最善の選択だったのだと受け入れることが大切です。もしも違う道を選んでいたら、今とは違う人生になっていたかもしれませんが、それが必ずしも良い方向だったとは限りません。過去を悔やみ続けるのではなく、今の自分だからこそできることに目を向けることが、より充実した人生につながります。過去の経験があるからこそ得られた学びや気づきを生かし、これからの人生をより良いものにしていくことが大切です。これまでの選択を受け入れ、前向きに生きることで、人生はより豊かで実りあるものになっていきます。8、笑いの力。年齢を重ねるにつれて、物事を真剣に考える機会が増え、気づけば笑うことが少なくなっていることがあります。しかし、笑いには心を軽くし、人生をより豊かにする大きな力があります。日々の生活の中で、
ちょっとしたことでも笑える瞬間を持つことが大切です。面白い話を聞いたとき、テレビや映画で楽しいシーンを見たとき、友人や家族と冗談を言い合ったとき、そうした些細なことで笑うことが、ストレスを和らげ、心を前向きにしてくれます。また、笑いは人との距離を縮める効果もあります。職場や家庭で笑顔が増えることで、雰囲気が和み、コミュニケーションがスムーズになります。笑いは健康にも良い影響を与えることが科学的にも証明されています。大笑いすることで、体内の免疫力が高まり、病気に対する抵抗力が強くなると言われています。また、笑うことでストレスホルモンが減少し、心身ともにリラックスできる効果もあります。たとえ作り笑いでも、笑顔を意識するだけで脳が楽しいと感じ、気持ちが軽くなることがあります。忙しい日々の中で、つい笑うことを忘れてしまいがちですが、意識的に笑う時間を作ることで、心も体も健康になり、人生をより豊かにすることができます。小さなことでも笑いに変える力を持ち、毎日を明るく過ごしていきたいものです。9、お金との向き合い方。お金との向き合い方は、年齢とともに変わっていくものです。若い頃は、収入を増やすことが最優先であり、より多く稼ぐことが豊かさにつながると考えがちです。しかし、50代を迎えると、単にお金を得ることよりも、それをどのように使うかが重要であることに気づくようになります。お金は、ただ貯めるだけではなく、人生を充実させるための手段でもあります。特に、物を所有することよりも、経験や人とのつながりにお金を使うことで、心の豊かさを実感することができます。例えば、旅行に出かけて新しい景色を楽しんだり、親しい人との食事を通じて思い出を作ったりすることは、物を購入する以上に深い満足感をもたらします。また、学びや趣味に投資することで、自分自身の成長にもつながり、充実した時間を過ごすことができます。もちろん、老後の生活を考えた備えも大切です。計画的に資産を管理しながらも、必要以上に節約ばかりを意識しすぎると、今を楽しむことができなくなってしまいます。貯蓄と支出のバランスを取りながら、適度に自分のためにお金を使うことが、心のゆとりにつながります。たまには、自分へのご褒美として好きなものを買ったり、贅沢な時間を楽しんだりすることも、人生をより豊かにするために大切なことです。お金は、人生の幸福を左右する大切な要素ですが、持っている金額の多さだけが幸せを決めるわけではありません。どのように使うかによって、心の充実度は大きく変わります。大切なのは、お金を単なる数字として捉えるのではなく、自分にとって本当に価値のあることに使うことです。賢くお金と付き合いながら、自分らしい豊かさを築いていくことが、幸せな人生につながるのではないでしょうか。10、健康。健康は、幸せな人生を送るための土台となるものです。どんなに多くのお金や時間があったとしても、健康を失ってしまえば、それらを十分に生かすことはできません。若い頃は、多少の無理をしても体力で乗り切れることが多かったかもしれません。しかし、年齢を重ねるにつれ、無理がきかなくなり、生活習慣を見直すことの大切さを実感するようになります。健康を維持するためには、日々の食事や運動、十分な睡眠が欠かせません。忙しい日々の中で、つい不規則な生活になってしまうこともありますが、無理のない範囲で少しずつ改善していくことが大切です。例えば、歩く時間を増やしたり、バランスの取れた食事を意識したりするだけでも、体の調子は変わってきます。また、定期的な健康診断を受けることで、自分の体の状態を知り、早めに対策を取ることも重要です。さらに、健康といえば体のことを考えがちですが、心の健康も同じくらい大切です。ストレスを溜め込まず、リラックスする時間を確保することが、より良い人生につながります。趣味を楽しんだり、家族や友人との時間を大切にしたりすることで、心の安定を保つことができます。また、無理をせず、
自分のペースを大切にすることも、心身の健康を守る上で大切なポイントです。健康は、決して一朝一夕で手に入るものではありませんが、日々の積み重ねが未来の自分を支えてくれます。体と心の両方を大切にし、無理なく健康的な生活を続けることで、より豊かで幸せな人生を送ることができるのです。今回のおさらい、50代からの人生は、それまで積み重ねてきた経験を生かしながら、より充実したものにすることができます。若い頃とは異なり、自分にとって本当に大切なものが何かを見極めることができる時期だからこそ、これからの時間をより豊かに過ごすことが大切です。幸せな人生を送るためには、今回学んだ10の要素が欠かせません。これらを意識しながら日々を過ごすことで、より心穏やかで満ち足りた人生を送ることができます。また、毎日の生活を丁寧に過ごし、自分にとって本当に大切なものを大切にすることが幸せの鍵となります。周りに流されるのではなく、自分自身の価値観を大切にしながら、これからの人生をより豊かにしていきましょう。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。